インバウンドバブルに沸く夏の北海道札幌。ホテルの価格は信じられないほど高騰してて、どこを探しても1泊うん万円。絶望した30代貧乏バックパッカー女子が行き着いた結論は、ネカフェに泊まる？物価高、インバウンドで国内旅行さえカツカツの貧乏人にネカフェは宿の選択肢になりうるのか。女一人で北海道限界節約旅、検証開始です。まずはホテルの前に、せっかく北海道に来たんだから美味しいもの。けどインバウンド丼なんて食べたら即旅終了の私はどっちかっていうと、こういう渋くて気取らない大衆酒場で昼からクイッといっちゃいたいのよ。さて、昼からいただきます。ライムサワーを注文しました。うまい、最高。とりあえずお通しを取りに行きましょう。ここがお通しだそうです。お皿を1個取って、マカロニサラダ、煮物、切り干し大根みたいなやつかなとピザロール。1人1回のみなんだけど、盛り合わせ自由で350円なんだそうです。のんべえにとっては最高ですね。お通し盛り合わせ全種類乗せて、これだけでも成立してしまうような最高のラインナップになっております。ちょっと私ソイっていう魚を初めて聞くんだけどさ、ソイはなんか白身のお魚なんだって。3種類にするとちょっとお得になるそうなんで、ヒラメとマグロにしました。お店は昼から飲みに来るような女も入りやすいような、そんな素敵なお店です。お通しをいただこうと思います。いただきます。安定に美味しいわ。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。うわ、すごい来た。じゃあお刺身でございます。やばい、最悪。全然動画撮れてなかった。初北海道初ソイでございます。いただきます。美味しい。プリップリ、この弾力がある。すごい。続いてヒラメ。美味しい。ヒラメの方が身が柔らかで美味しいな。最高。これ酒が進むわ。マグロをいただきます。若い社員から美味しい。トロットロ。北海道来てよかった。観光客が行くようなお店に行くのもいいんだけど、やっぱ私はこういう雰囲気のお店にやっぱり行きたい。大衆酒場っぽいところ、青いのれんをくぐっていけるような店ないかなと思いました。ありました。ここでございました。最高。2杯目梅酒サワーいただきます。ホッケのフライが届いたんだけど、めちゃくちゃでかいんだけど、すごくない？こんなでかいのが来ました。めちゃくちゃでかい。もう最悪だよ。また取れてなかったんだけど、もう半分食べちゃったわ。半分食べたけどでかいのマジで。こんな感じね。ごめんねマジで。じゃん、こんな感じでございます。タルタルをつけていただきます。うまい、うまい。このサクサクで、でも身はふわふわ。ほんとちょうどいい揚げ具合。めちゃくちゃ美味しい。見てこのでかさ。本当にでかい。ホッケって干物でしか食べたことないんですけど、生のホッケこんな美味しいんだ。味はホッケなのよ。アジフライでしか食べたことがないから、この形状のフライをなんかアジフライを想像しながら食べちゃうんだけど、味はホッケなの。美味しい。さすが北海道。ホッケのフライを食べただけでも北海道に来てよかったなという気がしております。北海道に来た価値あり。ちょっとこのでっかいのを頬張ってみようと思います。最高。幸せ。絶品の海の幸を堪能して大満足。ごちそうさまでしたと思ったら、外はまさかのゲリラ豪雨。大好きな純喫茶をまったり満喫したところで、いよいよ本日のメインイベント。今回私が北海道で選んだ宿、それはネットカフェ。女子一人でネカフェと思うかもしれませんが、今北海道のホテル高騰はガチでえぐいです。行きたい場所に行くためなら手段を選ばない私、ちょっとディープな意味で変わった宿が好きな私。そう、ホテルが高ければネカフェに泊まればいい。逆マリー・アントワネット的思考で挑戦してみます。インバウンドと物価高に揺れる北海道で、ネカフェは旅の救世主になりうるのか。女一人の検証旅スタートです。ネカフェは札幌駅から電車で約30分ほどの JR 千歳線恵庭駅から徒歩15分ほどの場所にあります。今回お世話になるのは自由空間セルフ恵庭住吉店さんです。お部屋は事前に予約済み。ほぼ初めてのネカフェ泊に密かにドキドキしながらの入店です。初回の手続きも店員さんが優しく教えてくれてサクッと完了。12時間パックでいざネカフェ宿スタートです。今回お世話になるお部屋がじゃん、こちらのマット席。壁も高くてプライベート感バッチリ。これなら安心してぐっすり眠れそう。正直女一人で横になるなら十分すぎる広さです。気になるセキュリティも室内金庫付きで安心。コンセントや充電器など旅に必要な設備もしっかり完備されています。さらに嬉しかったのがこれ。レンタルコーナーにはヘアアイロンやメイクミラーまで揃っていて、女子旅にもめちゃくちゃ手厚い。ドリンクバーはソフトクリームまで食べ飲み放題だし、外出の手続きも機械で一瞬。
Wi-Fi 爆速、シャワーも完備で正解すぎる。ドミトリーやゲストハウスと比べてもコスパ最強な予感しかありません。ちなみに今回は満室でしたが、鍵付きの完全個室もあります。安く抑えたいけど個室がいいって人は北海道旅の宿の選択肢にマジでありだと思います。ついにチェックインをしました。今回は極限に北海道で金をかけずに宿を探すということでですね、ネカフェに泊まるということをしたんですけど、もうどうせなら極めてしまおうかと思いまして、ご飯はですね、セイコーマートで、ちょっとセイコーマートまだちゃんと行ってないから、セイコーマートでご飯を買って、いかに今日のこの一日お金を使わないかということをですね、やろうと思います。それさえも楽しんでしまおうじゃないかということで、ある種今一番興奮しております。セイコーマートがね、徒歩3分ぐらいの場所にあった高校とランランと輝いておりますセイコーマートです。私は今ワクワクしておりますよ。セイコーマートで何か美味しいものを買うじゃありませんか。初めてのセイコーマートでは商品の品揃えとオリジナル商品の多さにびっくり。オリジナル缶チューハイと気になっていたホットシェフのカツ丼を買って、これからあの部屋に戻って一人で食べるのかと思うとすごく興奮する私なのでした。今日の夜ご飯にいただきます。あんまり声は出せないんですが、静かにいただきます。セイコーマートのオリジナルのジンジャーサワーだそうです。北海道産の生姜を使っているそうです。美味しい。すごい美味しそう。いただきます。美味しい。セイコーマートのカツ丼が美味しいみたいなのを聞いてたので、今回ちょっとカツ丼買ってみたんですけど、うまい。こういう旅も学生の時とか若い時はやるけど、逆にやってみると青春みたいな感じでめっちゃ面白いです。私やっぱこういうの好きかも。ネカフェってそんなに入ったことないけど、もしかしたら覗かれちゃうのかなとか思ったけど、壁も結構高いし、ネカフェってぶっちゃけ全然ドミトリーだよね、言っちゃえば。ドミトリーよりもパーソナルスペースがもうちょっと広いみたいな感じじゃない？パソコンも使えるし、ある意味さ、そう考えたらさ、めちゃくちゃいい宿だよね。で時間も自分で好きに選べるしさ、朝早いから9時間とかでもいいし、もうちょっとゆっくりしたいから15時間とかもできるから、ある種ドミトリーとかよりも融通の効いていいよね。全然ネカフェを宿にするっていうの選択肢としてむしろ全然ありじゃねって。国内旅行別にホテル高いとこ取らなくてもネカフェで泊まればよくねって今すごい発見したわ。その後はご飯を食べながらお酒を飲んでソフトクリーム食べてパソコンで動画見てがっつりネカフェを満喫。気になるシャワー室は綺麗に保たれていて、タオルやシャンプーも備え付け、手ぶらで OK なのが魅力的でした。なんだかんだでもう寝る時間。お部屋の中で寝支度をしていよいよ就寝。果たしてネカフェで寝れるのか。気になる結果はこの後。朝になりました。おはようございます。朝早めの出発のため着替えとメイクはささっと済ませていざお会計。お部屋代は予約時にオンライン決済してたので入会金だけ機械で精算。難しいことは一つもなく最後まで簡単快適でした。今自由空間さん出てきました。1泊ですね、12時間パックで利用しましたけど、私的には選択肢としては大ありだなって思いました。設備はシャワーとかドリンクバー、ソフトクリームもついてるし、完全個室がね5つついてます。鍵もついてますし、金庫もついてるので女性1人で泊まるんでも安心かなって思います。騒音については完全に個室じゃないので、人が歩いてる音とかひそひそ声とかもちろんあるんだけど、耳栓をレンタルしてるので、そういったところでも騒音っていうのは軽減できるかなって思います。で、気になる方とかはやっぱり耳栓借りたりとか、あとはアイマスクとか持っていくといいかなって思いました。で、充電器も部屋に備え付けられてるし、レンタルもあるので、バスタオルとかも貸し出しとかなんで、基本的にはね、ほんと手ぶらでも来れちゃうかなみたいな感覚でした。結果的に朝まで快適に過ごしたかと言われたら、今の状況をお話しした上で、私それだったらいいかなっていう人だったら選択肢の一つとして大ありだなって思いました。ぜひ北海道旅行でどうしてもこのインバウンドとか物価高でもう宿が1万円2万円とかしちゃさすがにそんなに宿にお金かけたくないっていう人はありだなって思います。私は海外旅行でドミトリーとかも泊まってるので、なんかその感覚に近いというか、意外と抵抗なく違和感なく泊まることができました。もしよかったら皆さんもやってみてください。今回利用させていただいた自由空間セルフ恵庭住吉店さんの詳細はこちらをご参考にしてください。
今回の北海道女子一人旅ネカフェ宿泊検証動画、結論、北海道のホテル高騰はやばいですが、工夫すれば女一人でも快適に旅は続けられます。皆さんは旅行の時ホテル代が高すぎたらどうしてますか？ネカフェ泊ってありですか？ぜひコメントで意見を聞かせてください。この動画では海外旅行 Vlog や日本のドヤ街宿泊 Vlog など、みんながなかなか行かない場所に女子一人で突撃してます。この動画が面白いと思った方は高評価、ハイプ、チャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップ LCC では旅の未公開動画も公開中。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。